皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は YouTube10 万人記念質問コーナーです。皆様のおかげでやっと10万人突破いたしましたので、今日は今まであんまり答えてなかった質問とか、みんなから Q&A で募集した質問に答えていこうと思います。ででん、銀の盾が私のところに届きました。皆さんいつもありがとうございます。いろいろ質問をこうまとめさせていただいた結果、7つのカテゴリーに分けられそうだったので、7つのカテゴリーに分けてパンパン代表して多かった質問に答えていこうかなと思っております。ということで動画スタート。はい、マックス体重知りたいです。マックス体重は50キロです。体型維持の秘訣知りたいです。食事管理、ストレッチ、毎日の半身浴。食事制限以外に何か運動はしていますか？運動っていう運動はしてないです。ピラティスを来月から開始します。ダイエットをしている時の食生活を知りたいです。脂質と糖質を控えた食事、高タンパクな食事、添加物をあまり取らない。姿勢について立ってる時も座ってる時もだらけることはないですか365日寝る時以外はだらけません。そっちの方が自分が姿勢がなんか楽。この猫背の状態があんまり私にとっては心地のいい状態ではないので、基本的に背筋を正してお腹に力を入れております。はい、ということで結構体型管理とかダイエット系のご質問をたくさんいただいていたんですけれども、約7年間ほぼほぼあんまり体重の増減だったりとか見た目の増減みたいなのがないんだけど、どうやって管理しているかというと、まずは食事が約9割を占めるっていう感じで、平日は基本的に朝はアイスコーヒーで、お昼は手作りサラダを作っています。で、夜はまあ大体お豆腐とかささみとかだけを食べるっていう感じにしていて、結構平日はお仕事もあるからあんまりご飯食べる時間が取れなかったりとか、あんまり満腹だと集中ができないとかで、あんまり食事量をたくさんは取らないようにしてます。で、その代わり土日は好きなものを友達と飲みに行ったりとかご飯食べに行ったりとかするときは糖質とかそういうのはあまり気にしないようにしているので、普段平日食べているものは基本的に本当にささみ、葉っぱ系以上っていう感じの食生活をもうずーっとしています。よく最近めっちゃさらに痩せましたよねって聞かれるから、痩せた理由的には添加物を取らなくなったのが大きいのかなと思ってて、今まではコンビニとかウーバーとかでサラダ頼んでたりとかしてたんだけど、最近はコンビニもウーバーも信用せず、自分でちゃんと野菜をこう買って洗ってちゃんと洗浄までして小分けにして自分で調理してから自分で食べるっていう、なんか食材自体にも結構気を使ったりとかしてるのもあって、さらに痩せたのかなって気はしております。あとは7年間ダーリッチのお仕事で表に出たりとか綺麗にお洋服を着こなすっていうお仕事をしているので、ちょっとの自分の体型、ここがちょっと二の腕プニッとしたなとか、そういうのをすぐ自分で分かるようになったので、少しでも鏡を見て太ったなって思ったら、体重を指標にするっていうよりかは自分の体型を鏡で見て太ったなって思ったところを、多分これ食べたから最近太ったんだっていう原因になることをまずはやめる、改善する。ご飯食べて太ったんだったら食事量を減らすとか、最近お酒を飲む量が頻繁だったとかだったらお酒を飲む機会を減らすとか、運動してなかったなとかマッサージしてなかったなってなったらマッサージを増やしたりとかしてるかなっていう感じです。あとは毎日私のルーティンがあって、夜帰ってきたら必ず、40度前後の温度で半身浴を1時間ぐらいするっていうのは365日冷水してない日以外は必ずしてるのと、お風呂出た後はストレッチをまず30分ぐらいします。その後は美白ボディクリームを使って体の保湿プラスマッサージをしてます。それが15分ぐらいで、その後に寝るってなった時に寝ながらできるストレッチがありまして、大臀筋とかをほぐすストレッチがあるので、それを大体寝ながら15分ぐらいやるっていうルーティンが必ず私の中にあって、これはどんなに遅く帰ってきてもやってるルーティンで、それも痩せる体質を作る一つのあれなのかなっていう気はしております。太る原因になりそうなことは何一つしない、痩せそうなことは全て試してみるっていう感じでいつも毎日を過ごしております。肌管理何していますか？定期的に通ってるクリニックは今はありません。過去にしたことがある施術はそばかすを消すピコスポットと、あとは毛穴洗浄とかハイフとかは受けたことあるけど、定期的に通ってたりとかしてる肌管理はありません。日々のスキンケアとかはほとんどです。
美肌や美白のために飲んでるサプリを知りたいです。今もう切れちゃったから飲んでないんだけど、美容クリニックで処方してもらえるビタミン C とかグルタチオンとかトラネキム酸みたいなやつとかの3点4点セットみたいなやつを毎処方してもらって、それ1ヶ月ぐらい飲んでたかな。それ以外は特に今は飲んでおりません。毎日メイクをしていると思うのですが、毛穴詰まりませんか？毛穴をきれいに保てる秘訣を教えてください。毎日メイクするのは、職業柄仕方ないんだけど、撮影の時にすごく濃いメイクをしたりとかするから、しっかりといつも以上にクレンジングをしっかりしたりとか、保湿とかもしっかりするようにしてて、普段の平日のメイクの時はコンシーラーでカバーするだけで、あんまりファンデーション使わないようにしたりとかで、結構緩急はつけてベースメイクはしてたりとかはします。でも毛穴は全然私いっぱいある。改善できてないから、何がおすすめっていうのは正直私も教えてほしいぐらいなんだけど、過去にやったことあるのは毛穴洗浄、あとはピーリング、ゼオスキンのピーリングはおすすめです。さきさんは肌トラブルに悩んだことはありますか？多分あんまりない方だとは思います。ニキビもできるし、シミもできるし、そんなに頻繁にできるかって言われたらそんなにできないです。でも肌トラブルとかって結構皮脂とか食生活とかにも関係すると思うので、動物性の油以外はあまり取らないようにしているので、あんまりないです。最近のスキンケアを知りたいです。夏になったので、アルビオンの美白に効く成分が入ってるシリーズに、アルビオンのやつに一式変えました。ただ美容液とかはその日の肌の状態とかによって変えたりとか、あと朝はビタミン C のやつ使って、夜はレチノール使ったりとかで朝夜変えているので、またこれはスキンケア動画を出したいと思います。おすすめの香水、ボディミストなどおすすめの香りを知りたいです。これもまたうざいと思うんだけど、マジで毎日本当に服装、今日モード系だなって思ったらモードっぽい感じの香水使うし、今日はデートとか、今日は女の子と遊ぶとか、その行くシーンとか気分とか服によって香水を変えるタイプなので、バラバラなんだけど、最近買ってお気に入りならバレンティノのトゲトゲしてるやつの黄色のやつはすごくちょっと甘い感じの香りで気に入ってます。ボディクリームもつける箇所によって変えてるんだけど、全体によく塗ってるのはアルビオンのホワイトニングボディミルクジュイールっていうやつを使ってます。お肌のためにしている0円でできること知りたいです。水を毎日2リットル飲む。これはデトックスするため、水分を取るだけでも肌も保湿されますから。添加物はあまり取らない。やっぱ食が肌につながりますから。早く寝る、睡眠時間少なくても平均7時間を取る、枕を清潔にする、安いもの使っててもいいからスキンケアをしっかりと長い時間かけて丁寧にやる、こすらない、以上です。全体的に肌系の質問もすごくたくさん来てたんですけれども、なんかみんな結構ね、私がすごいめちゃめちゃいろんなクリニック通って定期的になんかそういうケアを受けてるっていうイメージが多いらしいんだけど、どっちかっていうと多分全然受けてない方で、スポットでたまに興味があるものをちょっとやったりとかすることはあっても、定期的に通ってるところはなくって、どっちかっていうと日々のスキンケアをしっかりと丁寧にするとか、スキンケアする時にこすらない、フェイスタオルとかもタオルとかを使うんじゃなくて、フェイスシートみたいなのがあって、それをこうやってもうこすらない、こすりはシワシミの原因になりますから、もう全くもってこすらないとか、水分をたくさん取ることとか、日焼けをしないように日焼け止めを冬でも毎日塗ったりとか、意外と当たり前に言われてることをコツコツと毎日必ずしているっていう感じで、これもダイエットと一緒で、何か特別なことをやるっていうよりかは、当たり前に肌に悪いと言われていることを絶対にやらない、避けて通る。逆に肌にいいって言われて、それこそお金がかからないこととか、すぐ工夫してできることに関しては全て取り入れてやっていくっていう感じかなと思います。メンタル鬼強そうですが、何か心がけていることはございますか？大抵のことは死ななければ何でもいいと思っている。さきさんのメンタルに憧れています。メンタルの保ち方を教えてほしいです。メンタルの保ち方で意識していることは何一つありません。眠かったり疲れてたりだらけそうになった時のさきさん流の律し方を教えてください。眠い、だるい、疲れてる。だけど自分がやらないと現状は変わらない。じゃあ誰がやるの？頑張って自分がやるしかないのでやるしかないか、自分が後で苦労してもいいからサボりたい時は 100% でサボる。もうやるかやらないかの2択っていう感じで、だるいなーって思いながらやるみたいなことはないかな。誰かがやってくれるわけじゃないから自分がやるしかない。人生いい時悪い時の波はありましたか？悪い時の時期はどうやって抜け出しますか？人生のいい時も悪い時も波はありました。どうやって抜け出したかは、でも全部プラスに変える。脳内で方向転換する。それを未来の糧にして生きてきました。
泣いたり気分が落ち込んだりする日はありますか？あります。モチベやテンションが上がるときによく聴く音楽や本、映画を教えてほしいです。音楽は今だったら朝はジョングクの「セブンを聴いてテンション上げてイエーイって感じで朝来てて、夜は逆に落ち着いた系の曲を聴いて、本は読まない。自己啓発本とかもあんまり私はあんまり好きじゃないので読みません。映画は気分を上げたい時はワイスピとかフォーカスとかそういうスリル系の映画を見て、仕事のマインド上げたい時はセックス&ザ・シティ、プラダを着た悪魔、マイ・インターン、あとはキム・カーダシアンの一族、仕事とかモチベーションとかマインド的な部分の質問もすごくこれも多かったんだけど、これに関してはこの人それぞれ性格もそうだろうし、置かれている状況だったり環境だったりとかで全てが変わってくるかなと思うから私の場合にはなってくるんだけど、私の場合は基本的にやっぱ自分で会社をやっているし、何をするにも自分主導で自分の目的を果たすためにこう人生を生きているみたいな感じだから、自分が強くいないといけないし、自分がこうだらけてる時間とか暇とか許されない状況に自分をいつも置いているというか、甘えられる状況に自分を置いてしまうと、どうしてもどんなに頑張ろうっていう気持ちはあってもだらけちゃうけど、どうにもこうにもだらけられない状況に自分を置いてあげると、どんだけだらけたくてもだらけられないから、なんかその過程にどうやってモチベーションを上げてるっていうのが本当になくて、やるしかないっていう私の脳内、自分の理想になるためにはみたいな感じで、ただその自分のテンションを上げるために音楽をそれこそ聴いたりとか映画見たりとか、あとは友達と遊んだりとかしてマインドをリセットしたりとかっていうことはあるけど、基本的には常に自分に厳しく生きているかなっていう感じです。あとはメンタルの保ち方に関しては本当に基本的に私ポジティブで、プラスあんまり落ち込む時はあるんだけど引きずらない性格なので、次の日になったら悩み事も忘れているし、基本的には、死ななければ何でも OK でしょみたいなマインドで生きております。ただ多分ポジティブじゃない人もいらっしゃると思うし、メンタルがそこまで強くなれないっていう人もいると思うので、そういう人は自分の好きなことをたくさん選択して、例えば映画見るなりお買い物するなり自分のご機嫌を取ってあげるで、頑張る糧にしてあげるのがいいのかなと思います。さきさんの生い立ちを知りたいです。小中学生の頃、子供のエピソードを知りたいです。学生時代どんな子だったでしたか？いじめられたことありますか？幼少期時代の話聞きたいです。幼少期は、今と変わりなくこのまんま明るくてひょうきんでポジティブで活発な感じの少女でした。兄弟が兄と弟に挟まれてて、で真ん中が私って感じだったから、女の子の友達よりも男の子の友達の方が多くってカナヘビ捕まえて遊んでたりとか、山の中で紐使ってターザンみたいにやってたりとか、マウンテンバイクみたいなの乗ってたんだけどギア6で駆け回ったりとか、ガキンチョ版ワイスピみたいな感じのを小学校の時はやってたかなっていう感じで、中学校になってからは割と女っ気に周りが芽生えてきて、女の子みたいな感じでメイクしたりとかしてたんだけど、でもちっちゃい時から美容にはすごい興味があって、なんか麦 BBS っていう掲示板があって、その麦 BBS でどうやったら肌が綺麗になるとか髪の毛が綺麗になるみたいな、なんか勤めサイトみたいなのがあって、通信料がマックスプランの中の足りる分まで頑張って検索してお肌のことについて調べたりとかしてたかなって感じで、いじめに関しては中1の時には東京に住んでて、東京の中学校に通ってた。で中1の時にいじめられたことがまず最初、これ人生で最初のいじめなんだけど、同じクラスの子にいじめられたんだよね。正直気づいてなくて、いじめられてるっていうことにも嫌われてるってことにも気づかず能天気に暮らしてたんだけど、ある日うちの母が担任の先生に呼ばれて学校に行ったら、あなたのお子さんはいじめに遭ってます、もうちょっと塩らしくしてくださいっていう、ちょっとハテナみたいなことを言われて、で私はそれを母から家に帰ってきた時に、あなたいじめられてるらしいけどなんか学校でなかったみたいに言われて、私はちょっと思い当たる節が何もなさすぎてハテナって感じだったんだけど、でも嫌われてるって聞いたら確かに嫌われてるかもしれないって思うことがあってっていうか、多分私の性格に問題はそれはあったんだけど、
ど、同じクラスの子にね嫌われてたから喋りかけても無視されたりとか、遊ぼうって言ってもちょっと無理みたいな感じだったから、じゃあ同じクラスの子に嫌われてるんだったら違うクラスの子と仲良くなればいいかなと思って、私は隣のクラスのひるまあやちゃんっていう学年で一番飛び抜けて顔が可愛いひるまあやちゃんっていう子と仲良くなって楽しく過ごして、別に特に何も悲しい思い出はありませんって感じで、中2の時に神奈川の学校に転校したんだよね。で転校した瞬間に、今まではおとなしい系の子しかいない学校に通ってたんだけど、いきなりなんかクローズみたいな、ドヤンキーみたいな、窓ガラス全部割れてますみたいな、金髪ですみんなみたいな感じの学校にシフトチェンジしたんだよね。だからまず私はちょっとビビり倒してて、入学してから多分1週間ぐらい誰かに話しかけられても人見知りなのもあってあんまり喋れなくって、なんか「はい」みたいな「ありがとうございます」みたいな「トイレどこにありますか?」みたいな。で見た目も色ももっと白かったし、髪の毛ももちろん私染めてなくて真っ黒でおとなしく見えるような容姿だったんだけど、性格はでもさこの斎藤咲のまんまなわけじゃん。猫かぶってるわけじゃないけどさ、人見知りだから喋れないから、この「はい」みたいな感じや猫かぶりみたいな感じになるじゃん。ある日仲良くなって打ち解けてきたなっていうタイミングで、その友達たちと仲良くなってきたんだよね。で話してたら、あれこいつ今まですごいちょっとおとなしかったのに、いきなり性格を解放し始めてぶりっこしてたんじゃないかみたいな。やっぱ年代的にもお年頃的にぶりっ子とかにそういうのに敏感みたいなお年頃じゃん。嫌われたんだよね、クラス全員に。でも多分クラス全員に嫌われたっていうか、大ボスみたいなのがこいつダメってなったら多分全員がダメみたいな風習あるじゃん。のに食らって、ある日私がホームルームかなんかが終わって帰ろうとした瞬間にクラスの鍵を閉められて、後ろと前を。で気づいたらクラスメイトが全員囲んでて、黒板のところら辺にさ、私のことを嫌いなボスみたいな男の子が立ってて、お前調子乗ってんじゃねえよみたいな感じになって、黒板とかになんか頭を突き飛ばされたりとか、当時の斎藤咲はちょっとやっぱこの性格なので負けてらんねえわみたいな感じになって、そこでバトルがなって、さすがにちょっとクラス全員がキラキラ笑ってて、私黒板に頭とかやられてちょっと悲しいなーってなって泣いたんだよね、家帰って。その場はちょっとやり返したんだけど頑張って、次男の子の力でも隠れなくて、家帰ってあまりにも悲しいってなって、お父さんに学校行きたくないんだよね、もう学校行きたくない、明日休んでいいって聞いたら、学校に行かないのは別にいいし、学校休むのはたやすいことだけど、学校に1日行かなくなったらその次の日も行きたくない、その次の次の日も行きたくなくなるし、もうそこからずっといつ行ける状態になるかわからない日々が続いていくよって言われて、タイミングを逃すよって言われて、確かにそりゃそうだなって思って、とりあえず一旦我慢して今日は行きなさいって言って、自分のマインド的に限界が来た時にはもうその人たちにもうどう思われようが何をしてもいいから逃げてきていいから、その限界が来るまで学校に行きなさいのを言われたんだよね。自分の限界が来るまでまず今日は頑張ってみよう、明日は頑張れるか分かんないけど今日は頑張ってみようみたいな感じで、今日も頑張れる、だって昨日頑張ったから、今日も頑張れる、だって昨日もずっと頑張ってきたもんみたいな感じで、そこから一回も多分休んだりとかしたことはなく、普通に学校に行って真面目に授業を受けて、悪口も言われたりとか、ひとなんかあいつなんとかじゃねとか言ってずぶとくねとかなんかいろいろ言われたりとかしたけど、もう普通に野面で学校行って毎日を楽しんでいて、でやってたらある日キャプテンみたいな人に「お前根性あるな」みたいな感じで、今まで俺らが悪かったみたいな感じになって、もう全然いいよみたいな感じになって仲良くなって、その後は何もなくっていう感じで中学校は過ごしましたっていう感じの私のいじめエピソード。いじめにあったことありますかっていうことに対しての答えはそういう感じでした。ただなんか私の性格だから、このお父さんに言われた言葉とか逃げるっていう選択肢っていうよりかは、限界が来るまで頑張り続ける、諦めないっていう選択肢を取って、なんとかそれを乗り越えることができたんだけど、やっぱり私みたいな性格の人が全員じゃなくって、多分いろんなタイプの人がたくさんいるから、今の答えは一つの選択肢であって、逃げるっていう選択肢を取るのも絶対一つだと思うし、無理をしすぎない、無理をし続けて、私はたまたまいい方向に向かってったけど、無理をし続けた結果誰にも相談できなくって最悪な結果を迎えちゃったりとかする場合もあるから、やっぱり周りに相談したりとか、無理をし続けない、逃げるっていう選択肢を取ることも一つ絶対手だと思うし、やっぱいろんな考え方、いろんな選択肢があるから、やっぱいじめっ
てる側がどう考えても悪だから、それに対してなんか一人で思い抱えて悩んだりとかするよりは、自分の性格に合った対処の仕方っていうのが絶対あると思うから、それが一人で見つけられないんだったら、いろんな人の話を聞いたり、いろんな人に相談してどうやって向き合っていこうって考えるのも一つ手かなと私は思います。いじめ自体本当にいじめてる側に立ったことがないし、誰かをいじめようっていう感覚に陥ったことがないから、全く到底私は理解はできないんだけど、いじめをしなくともその子に対して何か不満があったりとか、いじめたくなるぐらい何か憎しみを持ってるのであれば、直接人間同士お話をすれば解決する話なのに、わざわざ誰かが傷つくようなことをして、しかも自分も多分いつか傷つくと思うの。お互いにとっての傷になることをなぜわざわざするのかっていうところであるんだけど、きっと多分いじめをする人ってそんなことも考えてないと思うし、すごく感情的になって感情に任せたままの行動がそれなんだと思うから、そこの話をし始めたらキリがないんだけど、いじめ自体やはり良くないことだし、絶対に起きてはいけないことなので、もし近くにいじめられている子とかがもしいたら、私のちっちゃい時とかもそうだったんだけど、いじめられてる子がいたら私は結構全力で寄り添いたいタイプ。いじめともいかないけどちょっとからかわれがちみたいな、そういう子がいた時って、確かに学生時代ってこの一つの群れに反してる子ってすごく阻害されてたりとか、その当人も疎外感を感じて一人でいたりとか、孤立してたりとか、お昼ご飯に誘えないとか、なんかそういう子ってたくさんいたと思うんだけど、やっぱ学生のそのちっちゃいコミュニティしかないからこそ、一人が右って言ったら右なんだ、じゃあ自分は違う、右に行きたくないって思っちゃうからダメなんだとか、この子は右に行かないからダメとかっていう、そういうなんかよくわからない世界観あるじゃん。なんかそういう時に私はなんかこの子ってすごく引っ込み思案で、こうポジティブにこう前にこうやってガツガツといける子じゃないけど、すごく魅力的だな子なのに、なんでこんなにいじめられたりとか阻害されてるんだろうって思った時に、私は結構その子の近くにいて、その子の魅力がみんなに伝わるように積極的にこう自分の友達のグループにこうわーって引きずり込んだりとか、まあ迷惑だったらごめんなさいって感じなんだけどしてたタイプなので、なんかそういう風に手助けをしてあげてほしい。私みたいな性格の子がもし見てて、学生の子でね、そういう子がいたらなんか助けてあげてほしいし、一人でちょっといじめに悩んでるなっていう子がいるのであれば、もちろん私でもいいし、私のインスタグラムの DM にちょっと悩み事があってって送ってくれてもいいし、家族でもいいし、家族に相談できないんだったら何かしらの手段を取って誰かに相談して一人で抱える時間を少しでもなくしてもらえたらなっていうふうに私は思います。マウント取ってくる人どう思いますか？どうも思わない。よし。友達を羨ましく思ってしまうことがあります。その時にさきさんはどう自分の気持ちを整理しますか？他人の幸福と自分の幸福は全くもって関係ないし、比例しないから気にしない。全然言うことを聞かない部下がいたらどう教育していますか？言うことを聞かない原因が自分にあるんじゃないかと思って、それを追求する。仲のいい友達に悪口を言われていました。さきさんはその友達とどう関係を続けていきますか？悪口言ってたんでしょ、なんでって聞く。で、話によってはもう仲良くないし、喧嘩も別にしない。職場の上司と相性が合いません。どう歩み寄っていけばいいのでしょうか？プライベートで仲良くしなきゃいけないってわけじゃないから、仕事に支障がきたさないぐらいのコミュニケーションだけ取れてればいいと思います。さきさんは人間関係で悩んだことありますか？ないです。職場の人とうまくコミュニケーションが取れずに悩んでいます。さきさんはどのようにしてコミュニケーションを取っていますか？職場の人と仲良くなりたいんだったら、朝のおはようございますと帰りのお疲れ様でしたをいつもの倍ニコニコってしながら笑顔で言うとか、髪の毛とか褒めたりとか、些細な変化に気づいて、それをきっかけに会話していくとか、積極的に多分話しかけていくっていう手法はいかがでしょう。なんかその最後の話で言うと、最初のおはようございますとお疲れ様でしたをちょっといつもの2倍でもいいからハッピーな感じで、気分上げ上げみたいな感じで言った方がいいなって思った理由は、自分がコミュニケーションを取ったりとか、自分でも積極的に行かなきゃいけないんだけど、その人間に隙を与えてあげるじゃないけど、話しやすい環境を自分で提供するっていうのも一つ大切かなと思ってて、なんかいつもさ、お疲れ様です、おはようございますみたいな人って話しかけにくいじゃん。自分からちょっと話したいなって思ったことがあったら話しかけづらいじゃん。おはようございます、お疲れ様ですって言ってるタイプとさ、イエーイって明るくさ挨拶してる人の方がさ、あの人になんか話しかけても全然大丈夫そう、気さくに受け答えしてくれそうみたいな思うじゃん。私の場合は
は人間関係で悩むことっていうのがあんまりないし、プライベートだったら特に仕事ではさ、誰と一緒に働くとか上司も部下も同僚も自分で決めれるものじゃないから、合わせに行かなきゃいけないと思う。選択できるものじゃないからね。プライベートに関しては自分が全て選択できるわけじゃん。自分が心地よくない人とは付き合っていかなくていいし、なんかこの子と仲良くなってみたい、なんか自分にいい影響を及ぼしてくれそう、マインド的にハッピーになれるな、楽しいなって思える人だけを周りに置いとけばいいだけの話だから、なんかその悩む前にどんどん切り捨てちゃっていいと思う。切り捨てた分新しい出会いが絶対入ってくると思うので、悩んでる時間がもったいないというか、そんなに深く悩まなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。私も31年生きてて、昔めちゃめちゃ仲良かったけど、今は全然もう会わなくなっちゃった友達とかたくさんいるし、仲がいいから大好きだからといって一生をかけて仲良く生涯していくかって言ったらそうでもないんだよね、意外と人間って。でもそれも悪いことでもなくて、自分の人生レベルが上がっていく過程の中で過ぎ去っていく人間もいるし、離れていく人間もいくし、近づいてくる人間もいるしって感じですごく変動していくと思うから、もう自然な現象だと思って人間関係で悩むのはなんかもったいない気がする。私はもったいないと思っちゃう、自分自身が。仕事とかで悩むこととかさ、そういうところで悩みがいっぱいあるのにプライベートで悩みたくないって思っちゃうから。で、逆に仕事とかで悩みがあったりとか、人間関係で合わせ方がわからないっていう人に関しては、仕事だから学校じゃないからさ、心底仲良くならなきゃいけないわけもないから、当たり障りなく仕事に支障をきたさないぐらいのコミュニケーションが取れるように自分でもちょっと努力をして話しかけてもらいやすいようにしていけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。さっきさ質問できたね。全然言うことを聞かない部下がいたらどう教育していますか？そう全然言うことを聞かない部下っていう言い方も私すごい嫌で、その方じゃないから私は分からないけどどういう状況なのか。私だったら部下が言うことを聞いてくれなかったら自分の責任だなって思うタイプなのね。部下もさ上司を選択できないわけじゃん。こっちが選択できないのと同じで、下の子の能力を生かしてあげられないのは上司の責任だし、どうやってその子を調理していくかっていうのは上司次第だと思うの。実力を伸ばせてあげられるのか、うちに秘めてる実力を野放しにしちゃって全然開花させてあげられないかって本人次第って私は常に仕事で思ってて、部下の子たちと接する時にその子が言うことを聞いてくれないってその質問者の方は言ってるけど、言うことを聞いてくれないってことは言うことを聞いてくれない理由ってあると思うの。絶対仕事にそもそも興味がない、魅力を感じてない、頑張りたいと思ってないなのか、その質問者さんに対して尊敬の意がないからこの人の言ってることは聞けませんなのか、いろんな多分理由があるから分かんないけど、まずは自分の言葉に説得力を持ってもらえるように普段からその部下の子たちと接するとかね。私がさもともとさ、今はさ部下しかいないけど、昔は仕事に対して別にそんなにマインドもなかったの。他の会社で働いてる時ね、人生を生きていく上でお金が必要だから仕事をしているっていう派だったの。今は人生でやりたいことを果たすために仕事をしているっていうのが今なんだけど、昔は前者だったわけ。どっちも悪くないんだよ、どっちも正しいんだけど前者の方が圧倒的に多い中で、あんまり話聞きたくないなっていう上司と、うわこの人の話めっちゃためになるし、この人が言ってることだったら多少って思ってもついていけるっていう人って2択に分かれない。2択の中の圧倒的に説得力があってついていきたくなる上司を目指さないといけないし、下の子に自分の言葉に説得力が生まれるように自分が背中を見せてあげなきゃいけないっていうのがまず第一なのかなっていうふうに、その方の質問者の方の質問にはそういうふうに思いました。うるさい。何歳でこのお仕事を始めましたか？この会社は23と4の間ぐらい。さきさんのお仕事に興味があるのですが、普段どんな仕事をされているのですか？私のお仕事は今セレブというコスメブランドとレディースアパレルブランドのダーリッツっていうファッションブランドをやってまして、その2つを運営する会社の副社長を務めております。具体的に何をしているかと言いますと、まずダーリッツで言いますとデザイン統括、モデル、プレスチームの統括とかやってないこと何もないの。ダーリッツに携わることは全てやってます。セレブに関しては、商品開発、PR、モデル全部やってますね。デザイナーになる時もあればプレスになる時もあるし、モデルになる時もあればインスタグラマーになる時もあるし、副社長になる時もあればみたいな感じだよね。1週間のスケジュールと時間管理の仕方を知りたいです。まず月曜日はですね、朝から夜まで各チームとの会議があって、火曜日に関してはダーリッチのデザインとか、あとセレブのコスメのデザインとかデザイン業務をやって、夜に関してはインスタライブが必ず毎週火曜日あるのでインスタライブをしました。水曜日に関して
は生地の発注会議、お洋服の発注会議ですねと生地決めがあったので、もう夜までずっと生地決めと発注と企画修正とっていう風にしてて、昨日は朝から5時6時ぐらいまでダーリッチの撮影があったので撮影をしてました。金曜日は YouTube のね、今日朝から2本撮影をしてて、これの撮影が終わったら SNS で撮影をしてオフィスに戻って、またデザイン業務と残ってるタスクをやっていくっていう感じになっております。仕事とプライベートはどのように分けていますか？仕事とプライベートは分けておりません。なぜならば斉藤咲っていう人間のライフスタイル全てを前面に出した仕事、それがダーリッチ、セルブ、インスタグラム、 YouTube、 なんか斉藤咲がツールみたいな感じで、あまりプライベートで自分の仕事っていうのは分けておりません。分けようと思っても分けれない。仕事で失敗した時どう立ち直っていますか？立ち直るというか、そもそも失敗が悪いことって思ってなくって、失敗自体が自分の今後の未来への糧じゃないけど、そういうものにつながるっていう風に思っているので、今回の失敗をどういう風に自分にプラスに持っていけるかっていう脳内変化を常にしています。仕事において一番の成功、失敗談を知りたいです。成功ってなんだろう。なんか私常になんか向上心はすごくもともと強いタイプだから、どんだけ成功してもどんだけ達成したとしても、そのゴールを達成する時にはもう次の目標ができちゃってるから、達成はしてるんだけど成功っていう実感はそんなにないんだよ。ただ後からこうやって後ろ振り返った時に成功してるなっていうぐらいで、なんかどれがとかそういうのはないかも。ゴールってなったら死ぬ間際じゃん。自分の死ぬ間際に自分の人生 100% で生きていけたな、やり残すこともないなって思う瞬間が成功なのかなって私は思うので、そう思うと今人生の途中ですけれども、今のところ何も思い残す悔いはないので、今自身自分現在が成功かなっていうふうに思います。失敗談なんて本当にいくらでもあるし、今でも常に失敗っていうのはし続けてるかな。失敗というか反省する点みたいなのは常にあるかな。挫折は本当にいくらでも毎週してるかな。もう企画会議出してコテンパに詰められて、それで挫折してもう一回やり直してみたいなのは毎週ある。キャリアアップのために必要だと思うことを知りたいです。意識的に生きること。私が今まで出会った人ね、全員が全員そうだとは思わないんだけど、どちらかというと比率的に人生自体をなんとなく流れに身を任せて生きてる人の方が多いなっていう風に私は思っていて、それはどういうことかというと、こういう風になれたらいいな、いつかこうなりたいなっていうふわっとした夢は持ってるかもしれないけど、こういう風に必ずなりたいからこういう風に一歩一歩着々と進んでいこうって最初から最後まで思いながら生きてる人って少なくない？なんかどっちかっていうと受け身の人生の人の方が割と多いのかなって思っていて、私の場合は別に人生で 100% の成功してるわけじゃないし、別に富が死ぬほどあるぐらいの成功を収めてるわけじゃないけど、なんかすごく自分の夢は全部少なからず一個一個全てクリアして叶えてきたかなっていう気がしてるの。私は本当ささやかな成功ですけど、私が言えるのはやっぱ意識的に生きてる人と受け身で生きてる人っていうのは圧倒的な差があるなっていうふうに思っていて、意識的に生きてるとたった一つの行動でも目的があって目標があって、そのための行動だからその過程にも意味があって、受け身で生きてる人に関してはなんとなくで進んでるから自分でチャンスをつかみにいってるっていうよりかは、なんとなく自分が流れにこう身を任せてさなるようにこうやって生きてるわけじゃん。それも一つだと思うんだけど、意識的に生きてると何が起きるかっていうと、全力でそのなりたい自分の像みたいなのが強くあるから、そこに向かってピンポイントでどんどんこうゴールに近づいていこうとするわけだから、行動しなきゃいけないことが全て分かってるのだから確実なんだよね。でもそうじゃなくてふんわりしてる人って、社長になりたいけど何をしていいか分かんない、何から始めていいか分かんないって人と、絶対に社長になりたいなるからまず何をしなければいけないかっていうのが明確なんだと思うんだよね。どういうキャリアアップをしていきたいのかっていうのをまず頭で考えて、それに対して自分の行動を全て意識的に動いていく。なんか私すごいさ、会議とかでもさ、これの目的は何、目的忘れてないとか絶対言うじゃん。どの部署でも絶対に月に1回は目的おばさん並みにめっちゃ目的って言ってるんだけど、その目的を見失ってしまったらその過程が全部ぐっちゃぐちゃで芯もブレッブレになるんだよね。でも目的が決まっていて、ちゃんとここっていう目指すものがあれば芯自体はブレないの、方向性もっていう風に生きていったりとかすると着実に近づいていけるんじゃないかなっていう風に思います。どういう風にしたらお給料上がりますかとか、そういう質問すごくいただくんだけど、どういう人にお給料上げたいですか
ますかっていう質問すごく来るの。圧倒的に思うのが、与えられた課題とか与えられたことを当たり前にやって返してくる。その過程にすごく並大抵外れた努力があったとしても、やってきてくださいって言われたことに対しての宿題だから当たり前なの。だけどそれを超えるぐらいのプラスアルファで返してくれた人にしかやっぱりお給料はプラスアルファでこう上がっていかないかなっていう。なんかやってくださいっていうことを精一杯頑張ったからといってお給料が上がるものじゃないの。でもそう思ってる人って結構多分多くって、だってこんなに頑張ったのとかよく言うじゃん。でも頑張ったっていうのは通過点でしかなくて、あなたっていう人間がどれくらい魅力的かっていうのを自分の仕事で結果を出して自己アピールしなきゃいけないわけじゃん。だからそれができた人がやっぱりどんどんステップアップしていくんじゃないかなっていう風に思います。で、私が結構今の仕事をどうやって立ち上げたのかとかっていう質問をすごくたくさん日々いただくんですけど、これはちょっとまたうちの社長くんと取締役くんと私副社長ちゃんで3人で対談形式で新しい形でちょっと動画に出せたらなと思うので、ちょっとそれは別動画で出そうと思っています。さきさんの恋愛観を知りたいです。斉藤咲の恋愛スタイルは、昔は追いたい派だったけど、追いたいは変わらずだけど、ずっと追ってると疲れるので、ある程度追われたい。てか最初追うから基本あと追ってほしい。好きな人には積極的にバンバンいけます。どういう恋愛がしたいかというと、でも仕事が一番なので、恋愛が一番最初トップに来ることはないので、お互いが高め合えるような恋愛がいいです。先いつエッチしましたか？内緒。振られたことありますか？あります。好きな人の周りの異性ばかり気にしてしまいます。さきさんはそんな時どうしていますか？うろつかないで私の好きな人の周りにはやめてみたいなってこと？連絡取ってるのかなとか、はい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 とか、その人のこと好きなのかな。それを気にする時にどうするか。全く気にしないからどうもしないかも。好きな人を振り向かせるために頑張ったことありますか？可愛くなるのと可愛こぶる。でも見た目的なところ以外頑張ったことないかも。その人に好かれたくって無理に自分を変えたりとか自分をよく見せたりとかしたところで、努力をしたところで結局素はいつか出るじゃん。付き合った後に多少ね可愛くぶるのは必要だよ、最初だから。だって可愛い人の方がねいいじゃんね。可愛くあれるように頑張るんだけど、それは見た目の話だけの話であって、中身に関してはあんまり偽らないかもしれない。偽ったところで中身バレるし、その素の自分を好きになってもらわないと、この先長いこと一生じゃあ騙しながら付き合っていくのかさ、そうじゃないじゃん。中身まで一緒にセットで好きになってくれる男性を私は選びたいので、 LINE の駆け引きとかそういうのも全くしないし、自分が返信したいと思ったらすぐさま返信するし、会いたいと思ったら会いたいって言うし、会いたくなかったら会いたくないって言うし、無理って思ったらいきなり音信不通になるし、結構本当に自分の心に従うまま恋愛してるっていう感じですかね。だからさっきのさ、周りが気になるみたいな、気になる気持ち分かるの、すごい気持ち分かるんだけど、どんだけ自分が気にしてもさ、その子とうまくいっちゃうような人はいっちゃうのよ。その人が選ぶわけだから、その気にした時間ってもったいないのよ、すごく。しかもいい時間じゃないじゃん、それって。そういうのって態度で出るから。で、男性って多分そういうのさ感じ取るじゃん、重さみたいなもの。どんだけそういう風な不安を持っても、どんだけ嫉妬しても何にもいいところにはつながらないから、できるだけ気にしない方向転換をしていった方がいいんじゃないかなって思います。仕事と家族が一緒ぐらい、第1位。第2位に友達と恋愛、彼氏とかっていうタイプなので、一番に恋愛が来ることがないから、なんかあんまり波乱万丈みたいな恋愛とかはもう本当に10代の時とか20代前半の時に終わらせてきましたっていう感じだから、喧嘩とかもしないと思う。私怒らないのよ。こんなにさ乱暴そうに見えるじゃん、パッと見ガーガー言いそうじゃん、思ったこととか。けど意外と恋愛ってなるとあんまそうではなくて、言いたいことはもちろん言いますけど、自分が言う前に一回相手の立場になって考えるじゃないけど、なんか結構意外と冷静。なんでさ連絡返してくれないのとか、なんで飲みに行くのとか絶対言わない。そういうの疲れちゃったからもうそういう風にしてくる男性とも付き合わないし選ばないし、2人揃って高みを目指せるような相手と恋愛していきたいなって思ってます。彼氏募集中です。この質問ボックスでは、さきさんに愛を伝えてくれるファンの子もめっちゃ多くて、それを一部私からさきさんにお伝えさせていただきたいです。さきさん大好きです。さきさん憧れすぎてやばいです。本当に出会えてよかったと思ってます。さきさんは私にとって生きる糧になっています。本当に今のおいどんが読んでくれたメッセージだけじゃなくて、それこそ一番最近で言ったらダリッチで AW を立ち上げて AW のチラ見せみたいなのがね始まった
ったわけですね。で始まった時からダーリッチとその私に出会えたことで、ダイエットとか自分が可愛くなること、ときめくものを身につけることとか、なんかそれがどんだけ素敵なことか初めて知れましたみたいな。本当にさきさんに出会ってから毎日インスタを見るのが楽しみで、それを見るたびに自分は怠けてる場合じゃなくて自分に喝を入れて後押しをされているような気がして、本当に人生で出会えてよかったですみたいな、本当にありがとうございますみたいな、こう長文のねメッセージとかをたくさん本当にいただいていて、でも本当に逆に私からしてみたら YouTube も3年ぐらいやって、ようやくちょっとスローペースだけど10万人のチャンネル登録者数が達成できて、インスタの方もたくさん日々ファンの方がついてきてくれてて、そのファンの方々のおかげで私が好きなことをできてる。私がどんだけやりたいことをやっていても、多分そのファンの方々がいなかったら何も意味をなさないというか、なんかその私がやってることに意味を持たせてくれてるのはファンの方々のおかげだなって本当に思うので、みんながいて斎藤咲が最終完成する的な、言葉で伝えられないんだけど、斎藤咲が出来上がる残りのかけらの1ピースはみんなみたいな、私のことを好きって思ってくれるその思いがあって、斎藤咲の最終の完成形の1ピースがハマって完成するみたいな、そういう感覚なの。脳内で思ってることだからすごい言葉にするのすごく難しいんだけど、簡潔に述べられないんだけど、でも脳内で常に思ってることは本当にそういう感じで、切り離そうと思っても切り離せない。多分それは今もそうだし昔もそうだし、多分これからもずっとそうかなっていう風に思っているので、みんなが私に共有してほしいこととか、例えば美容だったりとかライフスタイルだったりとか、ときめくお洋服だったりコスメを作っていくのもそうだし、欲しているものを私はこれからも提供して生き続けられるような人でありたいし、みんなの活力になれる斎藤咲であり続けたいなっていう風にこれからも思っております。ちょっと言葉がすごくまとまっていなくて難しいんですけれども、私はとても皆さんに感謝をしております。皆さん本当にいつもありがとうございます。私の質問が本当にパッ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 って答えてしまったので参考になるかどうかは分かりませんが、少しでもねこの斎藤咲の能天気具合とポジティブさを見て、こんなことないあんたんだ自分みたいな感じでそういう風に受け取ってポジティブに考えてくれる人がいたらいいなっていう風に思います。なんか本当にガサツな人間なのでこんな感じの答えしかできないんですけれども、私がなんか今日質問コーナーで答えたことが全部が全てなわけじゃないし、私は私なりに自分の性格でこういう価値観で生きておりますけれども、やっぱ人それぞれ色がありますから、自分に合った価値観でいいと思うので、なんかほんの一つちょっと参考になる部分があったら、そのスポットでねスポットでねスポットでね、なんかちょっとなんかよかったこんな気楽なやつがいてみたいなぐらいの感覚でいていただけたらなっていう風に思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバーイ。